どうも皆様、料理研究家の高健哲でございます。いかがお過ごしでしょうか。私がここに座っているということは、そうです、大好評のミニコーナー、私が暮らし周りの良いものを皆さんにご紹介させていただくという高健哲のこれええで。どうもどうも、大人気コーナーとして今私の高健哲キッチンでもキラーコンテンツとなっておりますけどもねということで、今回とても問い合わせの多かった、私韓国のアルマイトの、調理道具を非常に使ってるんですけども、ちょっときっちり紹介させていただきたいなということで、いいですか。やっぱりまずよく言われるのは、一回チラッとだけご紹介させていただいたんですけど、これですね、俗に言うマッコリカップでございます。これ実は持ち手が2つのバージョンとないやつもあるんですよ。でも僕はこの片手の持ち手が圧倒的に使いやすく、もう収納もこう重ねて置いておけるので、いくらあっても邪魔じゃないんですよね。でそれこそ朝の黙々朝食作るシリーズのかりんちゃんが、うちのかりんちゃんが登場して、いつも水飲みたいっていう時これでいつも水飲んでます。僕もちょっとお酒も飲んだり水飲んだり、あとやっぱりこれを皆さんマッコリを飲むんですよね。これでこのままこう向こうで定食屋さんとか本当に民族居酒屋とかに行くとこう壺で出てくるんですね、マッコリが。それをすくって飲むというワイルドな飲み方されるんですけど、調理道具に使うという点がこれやっぱり秀逸だと思うんです。韓国料理って薬味とかタレの材料がすごく多くてですね、例えばニンニク、生姜、ネギ、玉ねぎと刻んだものってなかなか置くスペースがなくてこう散らばったりするじゃないですか。そういう時にいつもこれ何個か用意して前に置いて調理するとものすごく調理しやすいです。下ごしらえの時にニンニク刻んで、ニンニク、ネギ、生姜ここですりおろすとか、あとちょっとした調味料ですね、ここに入れておくとね、大さじ3とか醤油入れておいて、ここからも料理に使うとか、ものすごい機動力があって軽いし本当に便利。あと散らばらないですしね、割れないですし、なかなか優秀でございます。これ前にもちらっと言わせていただいたんですけど、私が、私の本であったり雑誌でこれを紹介すると、韓国の金物市場からマッコリカップが消え失せたという都市伝説がございます。なんで日本人がこれをそんなに買うんだろう。一時期この10倍ぐらいの値段が取り上がったという都市伝説もありますからね。この韓国の経済に対しても影響があるので、すいません、やめときましょうね。まずこれね、あと私が使うのはこっちか、こっちでしょうか。いいですね、バットなんですよ。バット、これが積み上げていけるという、非常にこれも収納スペースがすごく、バットというと長方形のものが多いと思うんですけど、意外にこの正方形使いやすいんですよね。これもともとはね、バットというよりは多分一番の方がって例えばキムチ屋さんがあったり、チャンジャ屋さんがあったりとか、あとご飯屋さんもあるんですね、屋台も。そういう方がお昼に食べるときにここにご飯とグツグツ煮たキムチチゲと何かお野菜、ナムルとかをこれをこのまま配達するんですよね。でこれを持ってお盆代わりにして食べてる方が非常に多くてですね、そういう使い方をしてるので大きいサイズになるんです。すごく便利。あと向こうの人インスタントコーヒー大好きなので、インスタントコーヒー入れて配ってたりとかね。で可愛いのはこれ見えるかな、サイズによってねナンバーリングされてるんです。これ一番ちっちゃいサイズ1、次2とか、
これが可愛い。この紫のなんだろう、この無造作にボンボンしてますみたいな、これが気に入って僕買ってるんですよ。これ確かねナンバー5から6まであるんですよ。でサイズ展開もいろいろあるので非常に調理がスムーズに進みます。で僕もいつも無造作に重ねて置いておいてます。これ便利ですよ。僕はいかに日々の調理をスムーズに、楽に行えるかということで使っております。そして使うのがそう結構コメントでもあの人洗面器使ってないっていうコメントが多いですけど、これがまた機動力があるのか。ボールってやっぱり皆さんガラスボールか、あとあれセットのなんじゃなくてホーローです。言葉がで最近もホーローのものを使う。ホーローもすごく使いやすいんですけど、これガシガシ使っていいという安心感が非常に、僕もね本当にボッコボコにへこんでるとかもあるんですけど、なんか味があっていいと思うんですけど、これもやっぱりお肉をタレで揉み込んだりとか、葉野菜を洗って入れとく、非常に便利です。僕野菜買ってきたらもうねすぐどうせ使うのでまず洗っちゃうんですよね。洗ってここに野菜を入れて濡れたペーパータオルを上に置いてそのまま冷蔵庫に、もう全部ほとんどの野菜買ってきたらすぐそうします。そういう時もこれ軽いしすごく便利で、いろいろ使います。このやっとこでこれが僕ね昔ながらのスタイル大好き。たまに一人で今は飲みに行けないですけど、これねこういう感じでやっとこで、これやっとこも大好きなんですよ。古い向こうの雑貨屋さんで見つけた金物屋さんで、酔っ払って帰ってきてなんかねインスタントラーメン食べたくなるんですよ。あれなんでなんですかね。僕普段インスタントラーメン食べないんですけど、酔っ払って帰ってきたらこっそりこれをグツグツ見てこれでこう食べるのが大好き。これねさっきのラーメンの並びでいうとこういうね一人鍋発音がもう昔これが好き。このちっちゃい鍋、ただ料理する時も例えばゆで卵を作る時とか大きい鍋で茹でると時間も無駄だし、これ卵4つ5つ6つぐらいだったらゆで卵ができるとか、ちょっと何か火を通したい時とかもすごく便利。そうだ僕だって重ねて拭いとくのがなんか好きなんですよ。これ何なんですかこのフェチこれもこう重ねてこう整然と置いてる、雑然と置いてる感じが、もうこのフォルムとかが好きで、これはね平らな鍋、これだからあれですよ、ブテチゲとかご存知ですか皆さん。ジャックなラーメンね、ブテチゲとかちょっと1人2人で鍋続きたいなっていう時、これめちゃめちゃ雰囲気いいです。この浅さの味噌高さがないんです。だからすぐ調理できる、火が通って時間のない時とか僕もこれしょっちゅうやりますね。そうあとちょっとクッパとかここで汁物してここにもご飯入れちゃってそのまま食べるみたいな、あまりその品のいい方は好きじゃないかもしれないですけど、現地感が出て非常にいいですね。どうですか皆さん、見てくれてますちゃんとあんまりね僕が熱く語ると視聴者離れが起こるという現象がスター・ウォーズのダークサイドバーガーで明らかになったんですよね。でもこれはすごく問い合わせの多いので、高血鉄のこれでたくさん本当に皆さんいつもコメントいただいててありがとうございます。なかなかコメントを返すことがちょっとできなくなってきたので、こういうこれええでとかいろんな機会で皆さんのコメントに対するお返事今後もしていきたいなと思います。これ見てくださいね、皆さん見ていただかないとこのコーナーの存続の危機に
なるんでですね、ぜひ見て感想をまた聞かせていただければと思います。じゃあまた会う日まで。さよなら。